VC72 プロ3リミテッドの性能を十分に発揮させ、有効かつ安全にご使用していただくために、ポンプを構成する主要部の名称やその役割を理解してください。 VC72 プロ3リミテッドには給水時の衝撃を緩和するダンパーサポートキットが同梱されています。それではスクラムダンパーの取り付け方法についてご説明いたします。スクラムダンパーを取り付けるときは水平な場所で行ってください。燃料バルブが平であることを確認し、給水口が上になるよう運搬ハンドルを利用してポンプを倒します。排水キャッチタンクを取り外した後、現行のダンパーラバーを外します。スクラムダンパーをご覧のようにダンパーラバーに挟み込む形で装着し、ボルトを確実に締めてください。本機に装着のバッテリーは測揚式です。付属のバッテリー液をバッテリーの液槽に注入することにより、直ちに装着して使用することができます。バッテリーを外してから液光線頂部に貼ってあるシールを剥がします。バッテリー用電解液を液槽に注入します。バッテリーの液口にキャップをし、バッテリーを正しく取り付けてください。詳しくはバッテリーに添付されている取扱説明書をご覧ください。運転前の点検事項としてご覧の箇所の点検を行ってください。OK モニターは運転に必要な最低限の点検を一目で判断するものです。モニターランプが消えていれば運転可能を示し、点灯すると対応を必要とします。燃料の量を確認し、足りない場合は自動車用レギュラーガソリンを入れます。エンジンオイルの量を確認し、足りない場合は2サイクルエンジンオイルを入れます。モニターランプまたはタンクゲージにてチェックできます。付属のバッテリーはシールドタイプのため、電解液面の確認や蒸留水の補給などメンテナンスの必要はありません。バッテリーは使用しなくても自己放電します。保管時には常に充電器により補充電を行ってください。操作パネルのコンセントに充電用プラグを差し込みます。入力プラグを家庭用電源に差し込みます。充電ランプが点灯し、充電を開始します。オレンジ色のステップランプが充電の進捗とともに点灯し、グリーンの充電ランプが点灯したら充電完了です。付属の充電器は自動充電式です。充電が完了すると自動的に充電電流が微弱となり、保証充電となりますので、使用時以外は充電したままにしておいてください。ガバナ室のオイル量をオイルゲージにより確認してください。オイルは頭髪純正2サイクルエンジンオイルを使用してください。放水弁排水バルブ、ポンプ排水バルブ、
マフラー排水バルブを閉じてください。バルブが開いていると給水できません。放水バルブハンドルが平の位置であることを確認します。貝の場合、給水後直ちに水が突出され危険です。ただし、中継送水時の受水側の場合には、必ず放水バルブも貝にして送水を待ちます。放水方向は自由に変えられます。放水方向を決めたら、ロックボルトを締め付けて固定してください。この時、固定したままで無理に放水口の向きを変更しないでください。消防ポンプはなるべく水源に近く、平坦で操作に容易な場所に設置します。給水管には異物の流入を防ぐために、必ずストレーナーと透過語を取り付けてください。給水管をポンプの給水口に確実に結合します。その後、給水管を水源に投入します。消防用ホースをポンプの突出口に確実に結合します。乾燥をホースに結合します。乾燥には規定口径の筒先ノズルを必ず取り付けて放水を行ってください。操作手順は本機の番号順に従い操作してください。燃料バルブのレバーを貝にしてください。スロットルダイヤルを始動、給水の位置に合わせてください。メインスイッチをセルスターターの位置まで回してエンジンを始動します。始動したら給水レバーを給水側に下げてください。給水が開始されるとストレーナーカップに通水され、これが給水完了のサインとなります。また給水が完了しますと圧力計の指針がプラス側に作動しますので、圧力計の指針を見て確認してください。給水が完了したら給水レバーを放水側に戻してください。放水弁ハンドルを開いて放水を開始します。スロットルダイヤルで水量、水圧を調整してください。放水をやめポンプを停止するときはスロットルダイヤルを低圧に戻してください。その後、放水弁ハンドルを閉めてください。メインスイッチを停止の位置にしてエンジンを停止します。燃料バルブを平にしてください。ポンプ排水バルブ、マフラー排水バルブを開き、放水弁ハンドルを半開にして突出口排水バルブを開き、完全に排水してください。排水後はすべての排水バルブおよび放水弁ハンドルを必ず閉めてください。また、排水キャッチタンクを取り出し、タンク内に溜まった水を空にしておいてください。長期保管する場合は、キャブレター内の燃料を抜いてください。燃料バルブを閉じてからドレンバルブのノブをまっすぐに引いて、フロートチャンバー内の燃料を抜いてください。燃料が完全に抜けたらノブを離してください。ドレンポットに溜まった燃料はその都度燃料タンクに戻してください。バッテリーの交換や真空ポンプストレーナーの清掃時は
カウルを取り外します。フロントカウルの取り外しは、蝶型金具を左方向に回し、ロックを解除します。給水レバーとの干渉に注意しながら、ゆっくりと取り外してください。リアカウルの取り外しは、ピンを支点にカウルを外します。リアカウルの取り付けは、ピンにカウル取り付け金具をはめ込み、フックをしっかり差し込み穴に差し込んでください。フロントカウルの取り付けは、カウルを給水レバーに通し、フックを燃料タンク後ろ側の差し込み穴の位置に合わせます。この時、無理にフックを差し込まないでください。カウル上面を押しながらフックを完全にはめ込みます。蝶型金具を右に回してロックします。この時、蝶型金具のつまみは垂直方向になります。ストレーナーにゴミが付着している場合は、真空性能が低下する原因となりますので、リングナットを取り外し、ストレーナーを真水にて洗浄してください。カップを取り付けるときは、カップを上から押さえつけながらリングナットを回し、強く締め込んでください。海水・汚水を使用したときは、清水を通してポンプを運転し、内部を洗浄してください。ポンプの洗浄は RC ホッパーを使用すると簡単に行えます。ポンプ給水口に RC ホッパーを取り付けます。放水バルブハンドルを若干開き、ポンプ内の空気を出しながら RC ホッパーに真水を口元まで満たし、放水バルブハンドルをしっかり閉じます。エンジンを始動させ、圧力ゲージの指針が 0.4 メガパスカル程度になるようにスロットルダイヤルを操作し、およそ 1,2 分間運転してください。その後、スロットルダイヤルを低圧側に少し戻し、真空ポンプをおよそ5秒間作動させ、真空ポンプ内の洗浄を行ってください。エンジンを停止し、RC ホッパーを取り外します。ポンプすべての排水バルブを開き、ポンプ内の水を完全に排水してください。続いて、真空ポンプの残水処理を行います。給水口キャップを取り外した状態でエンジンを始動させ、給水レバーを下げ、真空ポンプをおよそ10秒間作動させ、残水処理を行ってください。排水バルブを閉にし、給水口キャップを取り付けます。次は真空性能、真空漏れの点検です。エンジンを始動し、給水レバーを下げ、本体圧ゲージがマイナス 0.1 メガパスカル付近になったら、給水レバーを戻してエンジンを停止してください。その後30秒間放置し、本体圧ゲージの指針が動かないことを確認してください。ポンプ排水バルブを開け、ゲージ指針がゼロに戻ったら、ポンプ排水バルブを閉めてください。冬の寒冷時は残水の凍結によりポンプが破損する恐れがありますので、使用後は不凍液を注入し、凍結を防止してください。エンジン停止状態でポンプ排水バルブおよびマフラー排水バルブを開き、排水を完全に行った後、給水口キャップを閉めます。
ポンプおよびマフラー排水バルブを開いたまま付属のビニールパイプを結合します。不凍液の入っている容器にビニールパイプを入れます。スロットルダイヤルを始動、給水の位置にしてエンジンを始動し、真空ポンプを作動させ、不凍液をポンプ内に吸入させます。不凍液吸入後も空気を吸い込ませ、不凍液を各部に行き渡らせるために真空ポンプをおよそ30秒作動させてください。すべての排水バルブを閉じ、エンジンを停止してください。放水バルブハンドルを閉じ、放水バルブのボール部にもオイル差しなどで不凍液を注入しておいてください。次は真空ポンプへの不凍液の入れ方です。板クランプで固定されているビニールパイプを引き出し、不凍液が入っている容器に差し込みます。スロットルダイヤルを始動・給水の位置にしてエンジンを始動し、真空ポンプを作動させ、不凍液を真空ポンプ内に吸入させます。エンジンを停止します。ポンプ内が真空になっていますので、マフラー排水バルブを開き、空気を吸わせます。吸い込み圧ゲージがゼロに戻ったことを確認し、マフラー排水バルブを閉じてください。引き出したビニールパイプを元の位置に戻し、板クランプで確実に固定してください。消防ポンプを揚水ポンプとして使用する場合には、必ず揚水用ノズルを使用し、ご覧のように根元接種とパッキンの間に揚水用ノズルを入れて、エンジンを負荷から保護してください。この場合、ホースの先端に筒先ノズルをつける必要はありません。メイン電源ヒューズ、充電用ヒューズを交換するときは、ご覧のように下についている予備ヒューズを差し替えます。詳しい取り扱いの方法は、ポンプに付属の取扱説明書、もしくは東発のホームページより取扱説明書を併せてご覧ください。